はじめましての方も、今まで見ていてくださいました皆様も、ごきげんよう。この動画は、ジョジョのラストサバイバーというゲームの実況と解説を行う動画となります。準備はいいですか？まずはじめに、オペレーターを紹介させていただきます。今、説明させていただいておりますオペレーターは、空城ジョリーンとカジノのディーラーを AI で合成したものです。音声は、無料で使用できるものを用意しました。その都度、良さそうなものを使用していきますので、動画ごとに音声や画像が少し異なりますが、ご容赦いただけますと幸いです。使用するのは、ナランチャ。このキャラクターは、レベルごとに使用できるスキルが追加される射撃タイプのキャラクターとなります。チップ獲得により、スキルが解放されました。CO2 スキャンが可能となります。チップ獲得により、アルティメットスキルが解放されました。ボラーレボムが使用可能となります。チップ獲得により、精神力の上限が 20% 上昇しました。この調子であと半分もやってやるぜ。呼吸の反応はないな。チップ獲得により、アルティメットスキルが追加されました。残弾数を確認してください。ここからは、特に、接敵も進展もないため、動きがあった盤面まで、カットします。それでは、終盤戦をご覧ください。盤面としては、射撃タイプのプレイヤーもおり、不可侵強闘をしつつ、敵の数を減らしていくことが、ラストサバイバーへの道のりとなります。敵プレイヤーと接敵しました。戦いますか？それとも退却しますか？参加しているプレイヤーのキャラクターが確認できてきましたね。苦手なキャラクターを狙い、最終的に自分にとって有利なキャラクターを残していくことが重要です。近距離タイプと接敵した時は十分な距離を取り、相手の射程距離に入らないよう注意してください。また、位置を特定されないよう心がけましょう。そこにいやがったか。さて、エリア範囲もだいぶ狭まってきました。アルティメットスキルの確認と使用する場面を考え、確実に仕留める算段をしましょう。呼吸のパターンは敵だな。そこにいやがったか。呼吸のパターンは敵だな。頭きたぞ。殺してやる。パターンは敵だな。最後のプレイヤーとなります。おめでとうございます。ラストサバイバーとなりました。勝利の記念にビクトリーショットを取りましょう。どんなもんだ。記念撮影が。ビクトリーショットはジョジョのラストサバイバー公式サイトからダウンロードすることができます。また、Twitter にアップロードすることもできます。それでは次の動画に移りたいと思います。引き続きお楽しみください。これだけ集まれば十分でしょう。次は開始地点を選びましょう。今回の動画はおしゃべりひろゆきメーカーを使ってジョジョのラストサバイバー実況と解説をします。
AI では本人の画像を作成すると、こんな感じで少しイケメンに転生しましたので、よろしくお願いします。ラストサバイバーを知らない人のために説明すると、スタンド能力を持ったプレイヤー同士が最後の一人になるまで戦うゲームとなります。それでは、ラストサバイバーを目指していきたいと思います。使用するのは空上ジョリーンです。糸を使って建物を移動したり、相手を捕獲することができるスタンドで、中距離射程を得意とする近距離タイプのキャラクターとなります。実質、スパイダーマンです。そのまま眠りな。ジョリーンのスキルは最初から使えます。スパイダーマンのように移動すると楽しいのですが、練習が必要です。レベル4でアルティメットスキルが使えるようになるので、目指しましょう。借りるわ。このゲームは少人数マッチとなりましたので、レベルアップもすぐできました。楽勝だわ。ですけど、普段使用しないキャラクターをやるときは、少人数マッチの方がやりやすい気がしますので、おすすめです。土日祝日は混みます。この後、特に進展もないため、動きがある盤面までカットします。エンタメとして、動きがない盤面を見てもつまらないと思いますので、ご了承ください。見たい方は、コメント欄に記入してください。全書します。盤面としては、逃げ足の速いナイスガンに女性2人が追いかけて、どちらがイケメンなのか競争します。つかず離れず、もどかしい時間が続きますので、青春の1ページだと思って見守ってあげましょう。これは使えそうね。やった。ここから離れないと。残念ながら恋敵が脱落してしまいました。ですが、空振りに終わることを恐れてはいけませんね。思いを引き継いで落とすことができれば報われるはずです。信じていくしかありませんね。ついてるわ。いいもの見っけ。これは使えそうね。やった。借りるわ。ついに射止めることができました。頑張って追い続けた甲斐がありましたね。やっぱり回復できたことが良かったように思います。疲れていると思いますが、ラッサバを取ってさらに達成感を満たせればいいと思います。
ここもダメなの？これまでか。私は空城ジョリーン。娘に対して前回で挑む父親を成敗することでラスサバを取ることができました。状況にもよりますが、どのキャラクターにも対応できるのは素晴らしいと思います。あと、この動画を見ている方にお伝えし忘れたのですが、自分で選んで開いたので、見る選択をしたあなたの自己責任です。何を思っても、それってあなたの感想ですよね。それでは、次の動画に移ります。それでは、最後はペア戦をお送りいたします。前回の動画に引き続き、同じ相方とのペア戦となります。もし、ご視聴されていないようでございましたら、前回の動画をご覧ください。相方のキャラクターは、前回に引き続き、三太郎となります。疾風位置的に、ガードとボム一発解放できそうな配置となります。今回のペア戦では、オフペアと違った ID マッチの難しさが出てしまいました。要するに生き残って帰ってくりゃいいんだろ。全員倒してよ。初動接敵、すぐさま反転して、移動経路変更。これで回復だぜ。ダービーの死角が2階に行ったので、追っかけます。ひとまず、スキル解放。まずは1人目だ。残りの1枚は、相方が確保。相方、三太郎となり、追加スキルはないため、コミュニケーションツールを導入して、事前相談すればよかったと反省。ただし、相手プレイヤーを倒した時、チップ1枚しか落としてくれなかった場合は、ナランチャの精神力解放しか選択肢がないため、それはそれで、厳しい展開となり得る。前回の動画でも、時止めの有無で、戦況が一変するので、終盤、敵プレイヤーを倒して、時止めは解放しておきたい。ひとまず、敵プレイヤーがいない地点なので、回復アイテムを確保に行こう。使用しているナランチャは、ペア戦適性が高いため、アイテムの位置を共有すれば、十分にシールドを積むことができます。塔のてっぺんから、遠隔を飛ばして、相方にアイテムの位置を共有しつつ、待ち伏せしているプレイヤーに注意を払っていきたいところです。投資発見、エリア外なので、少しもったいないですが、移動の安全は、確保できそうです。せっかく、塔まで登っていただいたところ、申し訳ないのですが、シールドが心もとないので、エリア縮小まで、シールドの確保をお願いする時間となりました。追加の投資カード発見、こちらもエリア外なので、取得するかわかりませんが、とりあえずピン立て。相方からの了解チャット、取りに行って、いただけるようです。気温。相方の方に向かっているので、ピン立てして、遠隔を飛ばします。ポルナレフのようです。アンチを背負っているので、狙えると踏んだのでしょう。背後から、射撃。エリアも狭まってきているので、そろそろ移動する必要があります。相方からの対決チャット。落下、クリアリング。位置を共有いただきましたので、投資継続中のようです。大外回りで、接敵回避。ホルホースの擬音もあり、絡まれるとめんどくさい相手もいるようです。迂回先にも擬音、回復アイテムを探しつつ移動していきたいところです。さらに、ホルホースの擬音。これで、最低2人のホルホースがいることになりました。今のうちに、相方にはできるだけ、シールドを積んでいただき、曲がる弾丸から守っていただきたいところとなります。移動経路の安全を確認、さっさと渡って安全エリアを確保しに行きたいところです。
クリアリングで、建物に先客がいないことを確認。相方に護衛を任せて、遠隔を試みようとしたところに、ロデオ。見事、ヘッドショット判定となり、めんどくさい展開となりました。ミスタの位置を特定するために、遠隔。このミスタでしょうか。再度、遠隔。再び、ヘッドショット。相方に護衛を依頼。ロデオが2つ飛んでいるので、別々のペアから狙われているようです。すぐさま退散、ディオ様の片鱗も来ているようなので、さらに警戒しなければなりません。飛び出たところをホルホースに狙われてしまいました。退着チャットも遅れてしまったので、疎通がうまくいかず、エリア範囲外なので、仕切り直して移動します。わずかばかりの小回復を取得。スキャンをして、位置を共有しつつ、相方のガードに隠れて移動したいです。ホルホースにヒット。開けた地形なので、追っ払いたいところです。精神力が少ないのですが、距離を詰めると逃げてくれました。ボムを持っていると思ってくれたのでしょうか。とりあえず、エリア範囲内まで移動することができたので、一安心です。反対側でも銃撃音がするので、挟まれる形を避けつつ、削りを入れたいところです。エリア範囲外を見誤ってしまい、不用意なダメージを受けてしまいました。小回復ゲット、この範囲だと、もうアイテムは期待できません。幸いなことに、近場の建物には、誰もいないようなので、この縮小範囲内で、削りを入れたいところですが、相方が外に出ているので、援護に向かいます。とりあえず、気温に向かって射撃。反対側の状況も確認。チップが落ちており、ロデオも飛んでいるので、すぐさま確保に向かいます。すれ違いざまに、ボムを投下。1人ダウン。反対側にもミスタがいるようなので、相方のガードに隠れて攻撃したいところですが、ホルホースの蘇生も避けたいところです。ジョウスケの屈憤、ホルホースの相方の接敵も確認。ここは、相方のガードを信じて、蘇生阻止を優先。蘇生キャンセルのため、ボムを投下。間一発で、ミスタのウルトを回避。そのまま、ホルホースをリタイアさせ、ウルト追加のチップを確保。残りのチップを相方に共有。他のミスタともやり合っているようなので、ボムを投下し、チップを取りに向かっていただきます。相方に吸われてしまったようにも、見えましたが、ミスタもリタイア。チップを取った時に気づいたのですが、相方のレベルを誤認し、チップを潰してしまいました。また、ここでは、集合チャットをかけて、相方に護衛を依頼すればよかったと反省。相方が相打ちで、ミスタを仕留めたので、ジョウスケを仕留めに行きます。勝利。やっぱ俺たち、すげえな。振り返ってみると、いくつかのコミュニケーションロスはありましたが、それぞれが、離れた場面でも活躍できたことが勝因となりました。それでは、フリーダム P さんとの ID マッチは以上となります。時たま、レートに関わらず募集しておりますので、よろしければ、応募いただけますと幸いです。それでは、次回の動画も楽しみにしていてください。バッチリ撮れてるじゃねえか。